皆さん、こんばんは。今回は、ついに、このマイクライッシュで作る最後の場所。もちろんこの場所。ポケモンリーグ。今回は、メイキングだけで、完成したものの紹介は次回。つまり、今まで作成してきた一種を一から巡る旅、その終着点として、ここをご紹介したいと思います。ということで今回はつらつらと、最後の作成にあたっての雑談をするだけなのですが。いやー。ついに、ここまで、来ました。まあ一種の全てを作ったわけではないのですが、一種のほとんどの場所を巡り、ここまでたどり着いたわけで、もう殿堂入りをしてもいいよね。というかその殿堂入りが想像以上に大変でして、この後、その殿堂入りの過酷さをご紹介していきます。何が辛いってここの地形なんですがそれは後に置いといて、その地形作りやらなんやらにかなり労力を費やした結果、今作成しているこの四天王の居座る塔、これは当然作ったわけですが、その内装、各四天王の部屋まで作れませんでした。お許しくれセリアー。最初は作ろうかなと思っていたんですよ。ただ、やっぱ個性的な部屋を4部屋も作るのは、大変。階段が出てくるギミックもどれも個性的で、申し訳ないのですが、ポケモンリーグと、その周辺の地形、こちらを優先させていただきました。その分、再現できるところはギミックを含めて再現しようと頑張りまして、この四天王の塔があるエリアで言えば、中央の台座。この台座は、すべての四天王に勝つことで、チャンピオンの部屋に続く加工するリフトとなるわけです。このリフトが加工する動作は、ストラクチャーブロックをたくさん使って再現しました。1ブロックずつリフトとなるブロックを置き換えるようレッドストーン回路をつなぐ、というかなりゴリ押しで単純な仕掛けなんですが、まあ、単純な方がワールドを配布した時でも支障が少ないと思いましたので。そんなわけでこのエントランス部分は、そのリフトを動くようにしたところを頑張って、あとは、四天王の塔も、それぞれ単純にコピペするだけではなく、チャンピオンロードからポケモンリーグに進んだ際に見ることができる正面からの風景。こちらを参考に、てっぺんのあたりなんかに少し違いを出すようにして、完成。四天王に打ち勝った次は、もちろん、ラストバトルを飾る場所。チャンピオンのいる宮殿、そしてその周辺。いやまあブラックホワイト1ではここからさらに N の城に続くわけですがそれは置いといて。ブラックホワイト2では正真正銘、ラストバトルを飾る場所です。まずはその宮殿をサクッと。簡単な構造だったので、この宮殿自体は適当にできちゃったのですが、問題は、その周辺の地形。これが、ある程度想像はしていましたが、過酷。そもそも、このポケモンリーグ、どうなっているんでしょう。という全体像について、漠然としかわかっていなかったので、ブラックホワイト1で犬の城がニョキニョキ生えてくるシーン。あのシーンで映っているポケモンリーグを全体像の参考にしました。そのシーンを見ると、四天王の塔とチャンピオンの宮殿。この周辺は岩場で囲まれているのがわかります。その内側は本家で実際に足を踏み入れることができるエリア。四天王の塔のエントランス、から下の空洞、からの長い階段、そしてチャンピオンの宮殿。これらのエリアは本家に習って作ればいいだけなので、先にこちらを。四天王の塔は先ほど作成した通りで、続けてそこから北の適当な場所にチャンピオンの宮殿を作って、この間に長い階段を設置すれば、まあほとんど完成です。で、この今作った本家で足を踏み入れるエリアを囲むように、岩場を広げればいいわけなのですが、これがめちゃくちゃ広かったんだよ。広いというか、高い。今ポケモンリーグを作っている場所は、チャンピオンロードの断崖絶壁の上。つまり、すでにかなり標高の高い場所でして、この周囲を岩場で囲むということは、
つまり、ご覧の通り、地表部分まで岩ブロックを広げる必要があったんです。チャンピオンロード作成時にも少しお話ししましたが、これはただの山ですね。ポケモンリーグ周辺の岩場を作ったというか、ポケモンリーグがてっぺんにある山を作ったわけです。いやー、最後の最後にまたこんなことするなんて。ポケモンの世界を作るっていうのは、山を作るということを必ず考えなきゃいけないようです。で、その山の、いわゆる斜面作り。南側の、ブラックホワイト湾のチャンピオンロードに面している部分。ここはそれなりにゴツゴツした感じになるようブロックを並べていましたが、さすがに、この調子でポケモンリーグを囲む山を作るのは無理、と、限界が来ましたので、ストラクチャーブロック使って、単純にサラーと、ポケモンリーグの周囲が岩で囲まれていればいいでしょうといった半分投げやりな感じで仕上げました。これでようやく、ポケモンリーグ、建物も、地形も完成と思ったんですけど、ここで、四天王の塔とチャンピオンの宮殿の標高を同じにしてしまったことに気づきました。ので、チャンピオンの宮殿をもう少し高いところに設置するよう作り直し。チャンピオンロードからポケモンリーグに入った時のカットシーン。ここまで宮殿を高くすることはできませんでしたが、これを見ちゃうと、やっぱチャンピオンのいる場所は頂点じゃないとダメだよね、と思ったわけです。なので、階段の関係もあって、そこまで高くすることはできませんでしたが、チャンピオンの宮殿を頂点に持ってきて、これで、ポケモンリーグ、完成と言えるでしょう。けれど、ここまで来た理由、それは殿堂入りをしに来たわけです。ということで、殿堂入りができるよう、ちゃんとチャンピオンの宮殿の内部、ここも、作りましょう。まあ、あれです。四天王の部屋を作る余裕がなかった分、この、チャンピオンの部屋はしっかり作ろうということです。そのしっかり作ろう、という意味ですが、もちろん、内部の柱の配置や、ドラゴンや奥の動く円盤などのオブジェクト、この辺りをしっかり用意する、ということは当然として、そのオブジェクト、奥の壁にかかっている円盤は、まるで天体のようにゆっくり回っているのですが、そのように、回るように、というか回っているように見える感じにしました。円盤自体は 3D モデルを用意して、その円盤を、1ブロックずつずらして、動いているようにしただけの話です。この辺りの動きは、石化式の風車や、電気石のホラー穴の電気石、あの辺りで試していた動きと同じですね。今まで一種地方を作ってきた経験を活かした、ようなものです。思えば一種地方も本当にあらゆる場所を巡って作ってきましたから。特に、ダンジョン。今お話しした電気石のホラー穴に、古代の城、ヒユンゲ水道。こういったダンジョン的な場所も頑張ったつもりですが、一方で、建物の中、ジムの再現とかまでは、手が回りませんでした。そのあたりの再現は、あとは皆様にお任せするとして、このチャンピオンの部屋だけは自分でしっかりと作り上げようと頑張り、あともう一つギミックとして用意したものは、この奥に続く道。チャンピオンに勝利した後、殿堂入りをするための機械が置かれている部屋。ここに進むために、本家ではちょっとした仕掛けがあります。奥の円盤は横一列に並び、中央のドラゴンの像は引っ込み、通路となる奥の赤い円から階段が伸びてくる。この一連の動きも、できる限りで再現を試みました。まあその再現というのも今まで同様、単純にブロックを置き換えたり、ストラクチャーブロック読み込んだりするだけです。今更なんですが、こういうギミックが配布するワールドでもちゃんと動くのか少し心配でして、はっきり言って、動画で撮影するためだけに用意しているようなものですから、ワールドで遊ぶため、という点はあまり考慮していないのです。一応調整はしていますが、配布ワールドでうまく動かなかったらお許しくれっぴー。まあともかく、そんな形で用意したギミック。
実際にお披露目するのは、最初のお話しした通り、次回、一周を全て回った後に、まあそんなもったいぶるような出来でもないですが、全てが終わった時に、見ていただければと思います。ともかく、これでチャンピオンの部屋も完成となり、つまり、ポケモンリーグの完成、ということになり、つまり、これで、このマイクラ一周、すべて、完成、と、させていただいたものが、こちらです。ということで、ポケモンリーグでした。と言っても、今回はメイキングの映像だけだったわけですが、おおよそ、どれだけのものができたのか。そして、これをもって、一種地方が完成したということ。それは、感じてもらえたのではないかと思います。さて、これでようやく、この企画も達成、ということで、次回、今まで作ってきたこのマイクラ一周を、カノコタウンから出発し、ここ、ポケモンリーグを目指す旅をしたいと思います。どのくらいの時間がかかるんだろうね。その後、最後に後書きのような動画も用意する予定ですので、まだちょっと続きますが、ここまでご視聴していただいた皆様にはぜひ、最後までご覧いただきたいと思いますので、また次回、よろしくお願いします。